思ったことを口に話す。そしてその思ったことを行動で表す。人間はこの一見当たり前の営みに矛盾が生じると苦しくなるんです。ペンネームみかんさん、10代の女性からいただいたお悩みです。はじめまして、いつも動画を拝見させていただいています。私は現在海外に住んでいる高校3年生です。私は小さい頃から人を傷つけたくない、嫌われたくないという気持ちがとても強く、本当の自分を人に見せることができず、そのせいから人を信用することもできません。また、本当の私はとても心が弱く、少しのことでも一人で悩み続け、体調を崩してしまいます。現在私は多国籍のお付き合いさせていただいている男性がいるのですが、その人と現在も付き合っているのにもかかわらず、いつも別れた後のことを考えています。別れた後に傷つかないように、いつも保証を考え行動してしまいます。彼のことは大好きなのに、本当の気持ちを伝えたら重く思われるのではないか、いつか相手の気持ちが変わって離れてしまうのではないか、そうならば私は気持ちを伝えない方が別れた後楽になりやすくなるのではないか、と。未来のことを考え、その時に傷つかないようにと行動してしまいます。彼のことを信じることもできず、いつも疑い、別れた後どのように立ち直ろうかな、などと考えてしまいます。人を信じる方法、人に素直に気持ちを伝える方法、お付き合いしている方との別れを考えて行動してしまうのを止める方法などがあれば、どうかよろしくお願いいたします。文章がうまくまとまらず申し訳ありません。大人の方から見るとただの高校生の悩みに見えるのは重々承知の上なのですが、体を壊してしまうほど考えてしまう弱い私をどうか助けてください。よろしくお願いいたします。道元というお坊さんが残した言葉に、生を諦めるというものがあります。生を諦める。諦めるというのは明らかにするという意味です。生きるということはどういうことなのか、それを明らかにする。それがその生を諦めるということの意味です。生きるということは、私たちが心で思ったことを口に話し、そして行動に表すということ。その繰り返し、それが生きるということです。そして、その心で何を思い、何を話し、そして行うのか。この思ったことを口に話す。そしてその思ったことを行動で表す。人間はこの一見当たり前の営みに矛盾が生じると苦しくなるんです。みかんさんの問題は、この生きるということに矛盾が生じている。自分がこの人が好きと思ったら、そう思っているのに、言葉で話すことは、本当に好きと思っていないようなことを話す。そして、心では好きと思っているのに、好きということを認めないような行動を起こす。生きるということの根本的な営みに大きな矛盾を生ずれば、心だけではなく体も病んでいきます。今お付き合いしている男性が、みかんさんからしてみて、信頼するに足る人であるのかどうか、誠実な人であるのかどうか、もしそうでないんであれば、お付き合いをやめればいい。けれども、もしその人が、みかんさんがとても素敵だなと。だから好きなんでしょう。とても素敵だなと思うから好きなはずなんです。そうであれば、自分の心で好きと思った
そのことに従って話し、そのことに従って振る舞えばいい。非常にシンプルです。けれども、小さい時には当たり前にしていた、その生きるということ。ご飯が食べたかったらご飯が食べたいって赤ちゃんは泣きますね。眠たかったら眠たいって。それを言葉にはなりませんけれども、一生懸命泣いたり、行動に表すことによって、自分がどう思っているということを人に伝えようとする。それがだんだん年を重ねるに従って、もしこう思っているのに、この人のことを好きなのに、それがうまくいかなくなった時に寂しくなったらどうしよう。傷ついたらどうしよう。いつからか人間は生きるということに矛盾を生じるようになります。人を愛するというのは、愛というのは名詞ではないんです。動詞なんです。誰かを愛するというのは名詞ではない。誰かを信じるというのは名詞ではないんです。人を信ずるというのは動詞なんです。みかんさんは今のボーイフレンドとお付き合いをしていながら、恋愛について考えていながら恋愛をしていないんです。愛について考えながら、失恋について考えながら、愛しもしていないし、失恋もしていないんです。もし、今お付き合いしている人と破局を迎えたならば、それは傷つきます。それは苦しいです。人によっては、3年も5年も忘れられないということがあります。それは苦しいです。それでも、好きになった人には好きという。生きるということに対して忠実であるというのはそういうことです。生きるということに対してひたむきで純粋であるというのはそういうことです。美香さんも苦しいでしょう。けれども、私はそれ以上に今お付き合いをしているそのボーイフレンドも苦しいと思います。彼だってバカじゃないですから。もしみかんさんのことを本当に自分が好きだと思うのであれば、みかんさんの行動、みかんさんの言葉、それを通じて、みかんさんの心の中にある本当の気持ちを常に知りたいと思っているでしょう。そして、みかんさんが好きな気はするけども、本当に自分のことを好いてくれるんだろうかという疑いの気持ちを常に持つことでしょう。みかんさんのことを信じたいんだけれども、信じられないという気持ちを常に持ちながら、お付き合いをしていることでしょう。彼もまた、自分の思ったことを口に話し、そして自分の思ったことを振る舞うということが、みかんさんの前でできなくなっていく。さてこれをお付き合いをしていると言えるでしょうか。自分で今、日本国籍ではない人とお付き合いをしていると言っている。これはお付き合いをしていると言えるでしょうか。もし、みかんさんに、その人と付き合う、その人が好きでないであれば、それは早く別れた方がいい。彼にとっても生きることができてないんです。みかんさんも生きることができてないんです。彼も愛することができてないんです。みかんさんも愛することができてないんです。大人の人からしてみたら、高校生のたわいもない悩みと思われるかもしれませんが、と、みかんさんは言ってますけど、私はこれは重大な問題だと思っています。みかんさんに今回の恋愛の話だけではなく、今後の人生にわたってとても大事な話だと思っています。
人間は大人になればなるほど、この生きるということに矛盾を生じます。自分が心で思っていることを言葉に話し、そして行動に表す。これが生きるということです。この心で思っていることを素直に言葉に話し、それを素直に行動に表す人。実は、信頼される人というのはそういう人なんです。どんなに顔が可愛くても、どんなに頭が良くても、どんなにスタイルが良くても、この生きるということに素直でない人は、やはり人の信頼を得ることができません。恋愛に限らず、仕事も子育ても、何にしてもそうです。人間は人の間で生きています。人間はたった一人で生きることができないので、人と夫婦になり、チームを組み、仲間を作って生きていくんです。この仲間のことを族と言います。この族にとって最も大事なことは何か。信頼なんです。恋愛という一つの関係において、その人と信頼を築くことができない。これは、みかんさんが恋愛に失敗して振られて心が痛い、傷つく、寂しいと思うことよりもはるかに重要なんです。絆という言葉があります。糸辺に半と書きます。誰かを好きになった時に赤い糸で結ばれたと言います。好きになった人と恋人同士の間、夫婦の間には見えない赤い糸があると言われます。この糸を半分ずつ持ち合う。そしてその赤い糸をあまりに強く引っ張ったら切れてしまう。あまり緩めていたらだれてしまう。この半分ずつの糸の引っ張り合い、これは人と関係を築いていく、絆を築いていくということのとてもデリケートで、そしてとても知恵のいる、そしてとても心の純粋さのいる、心の清らかさのいる作業なんです。このことを私はみかんさんに恋愛を通じて学んでいただきたい。結論を申します。もし、みかんさんが自分の胸に手を当てて、今お付き合いしている人が本当に自分は好きなのかどうか、信頼に足る人なのか、それともなんとなく言われたからあまり好きでないけども付き合ってしまったのか、流れで。それはわかりません。けれども、それを自分の胸に手を当てて考えてみてください。自分に問いかけてください。そして、その人が本当に自分は好きだなと思うのであれば、ちゃんと生きてください。もう一度言います。何度も言います。生きるということは、自分の心で思ったことを口に話し、そして振る舞いに行動に表していくということ。この心で思ったことと、口で言っていることと、そして自分が行っていること。この三者がピタッと一致したときに、人間はとても幸せに充実して生きることができます。心で感じていること、そして口に話すこと、そしてそれを行動に表すこと。ここがピチッと一致しているときに人は初めて人を愛しているということができます。この三者に矛盾があってはいけません。愛してないのに愛しているというのも違う。愛しているのに愛していないふりをするのも違う。どうぞ。恋愛の問題。これは、これからみかんさんが人と信頼を築いていく。人を信頼していく。そして信頼される人になっていくということ。このとてもとても大事な勉強です。応援してます。好きなら好きと言って、その自分の愛情に真正面から向き合ってみてください。